ウバイド・イブン・ジュライジは、次のように伝えている。私はアブドゥッラー・ビン・ウマルに尋ねた。アブドゥル・ラフマンよ。私はあなたが、あなたたちの仲間の誰にも見たことのない4つのことをしているのを見たのですか。アブドゥッラー・ビン・ウマルは言った。イブン・ジュライジよ。それは何ですか。私は言った。私はあなたがカーバの南、イエメン向きの角以外に触れているのを見たことはありません。また、ナメシ川の靴を履き、ヒンナ、赤い染料の一種で髪を染めているのも見ました。また、あなたがメッカにいらっしゃるときは、新月、ズル、ヒッチャ月1日を見て人々がイフラーム、断食明けの断食を行うのに、あなたはズル、ヒッチャ月8日、タルーヤ月までイフラーム、断食明けの断食を行わなかったことにも気づきました。イフラームは、大声で呼びかけるという意味のイフラールとも呼ばれます。ムスリムはイフラームを行う際にタルビヤを声に出して唱えなければならないからです。アブドゥッラーは答えた。カーバの角に関しては、アッラーの使と彼に平安と祝福あれが南、イエメン向きの角以外に触れているのを見たことはありません。ナメシ川の靴に関しては、アッラーの使とが彼は毛のない靴を履いていました。そして、靴を履いたまま沐浴、つまり、足を洗ってから靴を履くをしていました。ですから、私も同じような靴を履くのが好きです。それから、ヒンナーで髪を染めることについてですが、私はアッラーの使と、彼に平安と祝福あれがそれで髪を染めているのを確かに見ました。だから私も、ヒンナーで髪を染めるのが好きです。イフラール信仰の戒律については、アッラーの使と、彼に平安と祝福あれがハッジに出発するまでイフラールを実践しているのを見たことはありません。サヒーフ、アルブハーリー166。ハディースの説明。アブドゥッラー・イブン・ウマル、アッラーの慈悲がありますようには、人生のあらゆる面と礼拝行為において、預言者のスンナ、教えに従うことに非常に熱心でした。預言者、アッラーに平安と祝福あれに従いたいという強い思いから、彼は他の誰も行わないようなことをすることもありました。このハディースは、その一部について説明しています。後継者であるウバイド・イブン・ジュライジは、アブドゥッラー、イブン・ウマル、アッラーの慈悲がありますように預言者、アッラーに平安と祝福あれの教友たちが行うのを見たことがない4つのことについて尋ねました。彼は、それらのいくつかは自分で言っていたものの、他の誰もそれらをすべて同時に行うことはないだろうという意味で言ったのかもしれません。これら4つのうち最初のものは、彼が巡回中に南側にある2つのイエメンの角を除いて、カーバ神殿のどの角にも触れていないのを見たというものです。この2つのイエメンの角とは、東側のドアに隣接するカーバ神殿の角と、サファの反対側でそれに平行な角のことです。黒い角は、強調のためにイエメンと呼ばれていました。北側にある2つの角については、彼はそれらに触れません。この側にはイスマイルの石があり、おそらく彼はそれをやっていたのでしょう。2つのイエメンの角はアブラハムの土台の上に残っており、黒い石が配置されている角には2つの特徴があります。それは、アブラハムの土台の上にあり、黒い石が配置されていることです。2つ目の特徴は、彼がシブティアサンダルを履いていることです。これは毛のないサンダルで、シブと革から派生したもので、牛のなめし革だと言われています。イブン・ウマル神が彼らに満足されますようには、そのことで反対されました。それは贅沢な人々の衣服であり、彼らはなめしていない毛のサンダルしか履いていなかったからです。三つ目は、彼が髪を黄色に染めていることです。これはオーズで、サフランに似た植物で、サフランと混ぜているのかもしれません。四つ目の特徴は、彼がメッカに滞在していた場合、ズルヒッチャ月の8日目であるタルイヤの日以外はイフラームに入らなかったため、そのように呼ばれました。彼らは水で喉の渇きを癒していたため、水を用意してアラファトに持ち込み、飲用やその他の目的で使用していたからです。仲間たちはズルヒッチャの三日月を見ると、タルビーヤを行う意思を表明しました。タルビーヤを行う意思表明とは、ハッチまたはウムラのイフラーム状態に入る意思を表明し、タルビーヤで声を上げることです。アブドゥッラー・イブン・ウマル神のご加護がありますようには、預言者、神のご加護と平安あれが行ったように、これらの行為と特徴を行うべきだと答えました。彼は預言者、神のご加護と平安あれがイエメンの2つの角以外のカーバ神殿のどの角にも触れているのを見ませんでしたが、預言者、神のご加護と平安あれが毛のない靴を履き、その靴で沐浴をしているのを見ました。そのため、彼は預言者、神のご加護と平安あれのように行動したかったのです。そして、預言者が体を黄色に染めているのを見ました。これは衣服を染めることを意味していたのかもしれません。イブン・ウマルの伝承によるスナン・アビ・ダーウード、アッラーの祝福と平安あれには、次のように記されています。私はアッラーの死と、アッラーの祝福と平安あれが、黄色を意味するその染料で身を染めているのを見ました。そして彼にとって、
黄色以上に愛されたものはありませんでした。彼は自分の服すべてを、ターバンさえも、黄色で染めていました。アッターの同伴者や追随者、アッターの祝福アレのほとんどが、髪や髭を黄色に染めていました。こう言われています。彼はそれで身を染めていたのではなく、香水をつけていたのかもしれません。そして彼は、彼の乗る馬が彼と共に出発するまで、つまり、馬がまっすぐに立ち、彼の道に立つまで、彼がイフラームに入らなかったのを見ました。これは儀式の始まりを意味しており、イブン・ウマル、彼にアッターの祝福と平安あれは、預言者、彼にアッターの祝福と平安あれの行動に関する正確な問題について証拠を提示できなかったため、ある種の類推を用いて彼に答えました。彼は意味が似たようなもので証拠を提示しました。彼の類推の根拠は、預言者、彼にアッターの祝福と平安あれはハッジの儀式を開始して出発する時にのみイフラームに入ったため、イブン・ウマル、彼にアッターの祝福と平安あれはハッジを開始してそこに向かうまで、つまりタルイヤの日になるまでイフラームに入るのを遅らせたというものです。その後、彼らはメッカからミナへ出発しましたが、イブン・ウマル、彼にアッターの祝福と平安あれは追随者であり、革新者ではありませんでした。預言者、彼にアッターの祝福と平安あれのすべての仲間にアッターの祝福がありますように。このハディースは、靴を履いたまま沐浴を行うことが許される理由を説明しています。また、善とは、スンナに従いつつ、それにふさわしいものには努力し、それに習うことにあると説明しています。また、ある学生が学者に、自分が言ったことについて質問したことについても説明しています。彼から聞いたが、その由来を知らなかったり理解していなかったりした学者が、質問者にそれを説明する。